待て待てー。いつの間に？どこにいた？参りました。その身のこなし、気配を消す技術、大変恐れ入りました。僕をあなたの弟子にしていただけないでしょうか。ミニブラ、そろそろ帰ろうよ。この後、新パックのデッキで対戦するらしいからさ。あれ？その子は。EV、にゃは、その子は？なんか、ミニブラの弟子らしいよ。弟子？ミニブラの？お初にお目にかかります。ミニブラ師匠の弟子、ルカリオと申します。ああ、これはご丁寧にどうも。ブラッキーです。へえ、ミニブラ弟子を取ったんだ。かわいいお弟子さんじゃないの。ミニブラはきょとんとしてるが、ミニブラはルカリオのことただの友達だと思ってそうだよね。まあでもちょうどよかった。これからルカリオデッキで対戦するんだ。ルカリオも付き合ってくれないか？やったー！ルカリオも一緒に遊ぼう。僕なんかはいいのですか？もちろん。師匠、僕も参加してよろしいでしょうか？ありがとうございます。なるほど、師匠の許可が必要なのか。律儀な子だね。それじゃあ新パックデッキで対戦行ってみよう。イエーイ！というわけで今回プレイするのはルカリオ・ラムパルドデッキ。ルカリオの特性ファイティングコーチはこちらの全ての当ポケモンの技ダメージがプラス20されるというもの。これでラムパルドとエビワラ、そしてルカリオ自身を強化して戦うっていうのが基本コンセプトだ。ラムパルドは1エネで130ダメージというぶっ壊れ火力をしている。相手にとどめを刺すと自分も50ダメージ食らうというデメリットもあるが、それを差し引いても強力なポケモンだ。火力がプラス20されたエビバラーも地味だけど強いポケモンだぞ。ルカリオは妙にミニブイズに好かれてるな。きっとミニブラの弟子だからみんな大切にしてるんだよ。いやー、たまたま気に入られただけだと思うけどな。皆さん、歓迎してくださってありがとうございます。今夜はお、最初からリオル、ルカリオ、ラムパルド、ゼダイの化石があるな。いい感じの手札だね。相手もトータイプだ。しかもリオルがいるからルカリオデッキだね。ただ他のポケモンたちが違うな。相手はマンキーにマーシャドウか。エビワラーを引いたか。どうしようかな。リオルはできるだけ倒されたくないんだよな。ルカリオの特性でエビワラーの技ダメージが50になればマンキーを一発で倒せる。だからここはエビワラーに交代しておこうか。相手早速ルカリオに進化したね。お互い最速進化になりそうだな。あ、エネルギーをマンシャドウにつけた。マンキーは一発で倒される可能性があるからな。それよりもマンシャドウに2エネつけることを優先してきたか。リオル、ルカリオに進化。わ、僕のいっぱい。ルカリオ大人気。ズガイドスに進化。いけ、エビワラ。エビワラナイスー。種ポケモンなのに1エネで50ダメージ。素晴らしい火力だ。ルカリオの特性強いね。マーシャドウの技はリベンジ。前のターンに仲間のポケモンが倒されていた場合ダメージが60アップする。ということは100ダメージってこと？
いや、ルカリオの特性もあるから120ダメージだね。マーシャドウの火力もすごいな。エビワラも僕も一発でやられちゃいますね。だがマーシャドウには明確な弱点がある。弱点？技を打つのに2エネかかるんだよ。それってそこまで大きな弱点なのか？まあ見ててくれ。おそらくこの後その弱点が相手に重くのしかかってくるはずだ。ラムパルドに進化。ラムパルドモロハの頭突き。1エネで150ダメージ。こんな頭突き絶対食らいたくないです。恐ろしいよね。なるほど。マーシャドウは2エネかかるからこのターン何もできないのか。これがマーシャドウの弱みなんだね。マーシャドウの技はとても強いんだがエネルギーがちょっと重たいんだよな。お相手降参、勝ったー。ルカリオはさ、どうしてミニブラの弟子になったの？ミニブラ師匠があまりにもすごいからです。すごい？どうすごいの？なんというか、動きがすごいんです。そっか。こっちの初手はエビワラーか。相手は草デッキだね。ダダリンにツタージャ。これはセレビ EX デッキか？ほう、ニャオハ詳しいな。前に戦ったことあるんだ。僕たちも使ったし。だからセレビ EX の恐ろしさはよく知ってるよ。とんでもない火力だったよね。ラムパルドが来ました。あとは頭蓋の化石だけだがこれがなかなか来なかったりするんだよな。そうなの？頭蓋の化石はグッズなのでモンスターボールで持ってくることができないな。そうか、モンスターボールって種ポケモンを持ってくるっていう効果だもんね。その上ラムパルドは二進化ポケモンだからな。事故る確率がちょっと高いんだよ。ルカリオ参上。エビバラジャブ。ルカリオのおかげでストレート並みに強くなったジャブ。このままいけばあと一発で倒せるな。相手は草デッキだからな。回復されるかもな。これがさっき言ってたセレビ EX ですか？そう、このポケモンが強いんだよ。しかもジャノビーに進化してきた。相手が一気に整ってきたね。ただ回復されないで済んだのは大きいな。さあとどめだエビバラ。エビワラナイスエビワラいい仕事するな。さあ、セレビ EX との決戦だ。ジャロードに進化。来ちゃったか。これで投げるコインは4枚だね。表が1枚も出ないなんてことはまあそんな甘くないですよね。これはしょうがないな。エネルギーの関係でエビバラーとルカリオで戦うことになりそうだな。結局ラムパルドは間に合わなかったね。頭蓋の化石が来なかったな。ここでようやく頭蓋の化石。2枚一緒に来ちゃったよ。ルカリオ2枚目。これってファイティングコーチの効果はどうなるんだ？ちゃんと2枚分の効果があるぞ。ってことはプラス40になるってこと？ルカリオすごい。残りヒットポイント60。回復しないで大きなマントでヒットポイント20アップ。セレビ EX2 枚目。お、交代せずか。回復は20だけでしたね。
ということは主人公来た。さあ決めてやれルカリオ。サブマリングロー。勝ったルカリオ強かったね。ー。大活躍だったね。ルカリオはラムパルド以外のポケモンと組ませるデッキもあるぞ。エルデイド EX やプテラ EX とかな。ルカリオの相方を探すのも面白そうだね。何ですか師匠？動いてほしいんじゃないかな。僕？ミニブラがルカリオの耳を操作してるだろ。こういうことでしょうか？そうそういいぞルカリオ。時々ブラッキーともこれやってるもんね。なるほど。師匠の操縦通りに素早くかつ正確に動く修行なんですね。頑張ります。いや、絶対ミニブラが遊びたいだけだと思う。